皆さんこんばんは、小娘です。前回動画でも出した子宮頸がんについての検査結果が出たので、今回はそちらをご報告しようかと思います。で九州の終わりかけに電話が来て、三重に一気に戻ってきて精密検査を受けて、コルポスコピー検査っていうのを受けたんですけど、その結果がね、2週間ぐらいあるっていうことで、三重県に1回受けてから私たちは広島に戻って少し旅の続きをしてました。九州の旅が終わって九州出るタイミングで、九州行く前に受けた三重で受けた検査の結果が悪いということで子宮行ってきたんだよね。そこまでは前回の動画でもお話ししたんですけどね。九州に行く前に受けた検査の結果で HSIL っていう中等度にも含まれるし、高度にも含まれるし、上皮内がんにも含まれるっていう検査結果が出たので、どれかを特定しようっていうことで精密検査を受けました。大子宮だったのでね。はい、で、体調は特に変化はなく元気に過ごしてたわけですけども、皆さんね、心配のお声がね、あの動画からたくさんコメントいただいて、でいろんなね、私もそういう経験しましただったり、自分の奥さんがこういう経験しましたっていうコメントとか、女性特有の病気にね、結構皆さん悩まされてたり経験したことがあるんだなっていうのはあったりして、励ましのコメントだったり応援のコメントだったり、たくさんありがとうございました。これがね、注意喚起にもなったりすればいいということで迷ったんですけど、動画を撮るようにしたんだよね。それで検査結果としましては CIN3 といって高度異形成になってました。進行してたってことだよね。中等度異形成から高度異形成になっていて、先生が言うには実際その一部ちょっとしか取ってないから、その手術をしてみたらがんが見つかる場合もあるっていうことで、ゼロではないって言ってたね。ということで高度異形成という結果が出たので、遅くても年内中なるべく早く手術はした方がいいということで手術をすることになりました。決断をねしたということだね。その手術内容っていうのは子宮のその問題がある子宮頸部を円錐型に切るっていう手術で、そんなに30分ぐらいで終わる手術らしいんだけど、2泊3日の入院が必要って言ってたね。そうですね。でその後 1,2 ヶ月は安静って言ってたね。3,4 週間経って出血が止まってもまた出血する場合は処置が必要だって言ってたから、結局 1,2 ヶ月は安静ということで、年内はそっちに集中しようかなと思いますんで、どうしてもね、小娘は少し療養させてルイパチ1人の編集になると思うので、月に出せても3本かな。お前来るやん。最悪の場合っていう風には考えてましたけど、なってしまったことはしょうがないので、早期発見ねできただけ不幸中の幸いだったっていうことで、その円錐手術っていうのをすれば 100% 近くは取れるらしいので、その原因のもとも、しょうがない、気づかないで放置して子宮頸がんになってっていうのに比べたら全然不幸中の幸いというかね、前向きに捉えるしかないということで、幸い手術もねできるということで手術して、完全にその悩みから解放され、来年からはねちょっと新しい取り組みも行いたいのでね、元気になってもらわないといけないので。三重県の産婦人科でその検査、子宮頸がんの検査をしたりして、で三重県の大学病院に
紹介状書いてもらって精密検査もしてたんですけど、うん、行動範囲的にというか、そうだね。今後のことも考えて、三重県で受けるのはどうかなと悩んだ結果、関東の方に戻って手術を受けようと思ってます。マンスリーとかウィークリーのレオパレスとか借りてもいいかなとも思うし、幸い僕らも関東だったらいろいろ 1,2 ヶ月いていいよっていう人らもたくさんいてくれるのでね、そういうところでちょっと甘えてもいいかなと思うし、小娘の体を第一に考えて、そうするとやっぱ動画も出せなくて生活がやっぱもし厳しいってなったらルイパチ働きますんで、ちょっと動画は休みになっちゃうかもしれないけど動画を頑張るよじゃいや動画頑張っても物理的にさ、月1人でやったら 3,4 本が限界じゃん。やっぱちゃんとクオリティの高いものを出さないといけないし、それで生活できなかったら最悪ちょっと一旦お休みしてでもルイパチ働きます。手術いきなりするっていうより移動した先の大学病院が決まったら、まずもう一度その病院で手術前の検査みたいなのをして、で手術の予定を決めるみたいな感じなので、また経過はねちょこちょこお話できたらいいかなと思うんですけど、10月11月と本当なら決まっていたイベントだったんですけど、10月中ぐらいには、11月頭とかには手術をする予定ではいるので、11月は無理だねということになって、体のことも考えて11月のイベントは欠席というかお断りすることにしました。ですけど10月の19、20、先日のライブでもお話したんですけど、山中湖の外外デイズというアウトドアのデイイベントは、私たちも三重から関東に戻るということもあって、方面的にも無理なくスケジュール的にもその頃に手術っていうのは無理そうなので、それは参加しようかな。体がきついとかでは今特にないし、今年ねその序盤は結構イベント参加させてもらっていろんな視聴者さんに会う機会あったけど、後半もこれを逃したら機会がないと思うので参加しようとルイバチと話し合って決めます。なのでぜひ会いに来ていただきたいですけどね、病気のことをみんな心配してくれるかと思うんですけど、大丈夫なので、そんなことは忘れて会いに来てくれる。そうね、実際療養してくださいとかさ、バーライフやめて療養してとかいうコメントとかもいただいたんだけど、実際小娘の今の体調的に何かあるとか症状があるとかそういうのは特にないんだよね。で高度異形成であっても、そのがんになる発症するのって5年から10年結構長い期間をかけて変化していったりするものなので、焦らなくてもいいっていう問題でもないんだけど、その今すぐねステージなんだとかっていうわけではないので、ご心配はおかけしてしまうかもしれませんけど、気にせずと言ったらなんだけど、普段通りそうだね絡みましょうという感じですね。手術まではいつも通りのうちらで頑張っていこうかなっていう気持ちなんだね。で手術は10月末か11月頭ぐらいに受けて、でそこからちょっとゆっくり小娘の方は療養させて、でルイパチができる限り頑張って、編集しますけど、九州から三重に戻ってきて、で広島の方面に戻って、でまた三重に戻ってくる途中の段階で給料日岡山県で撮影もしたんですけど、そちらの動画をいつもなら月初っていうのか、月の一番初めに出してるんですけど、今回そのね検査結果があったりとか、心配の声もたくさんあって、旅動画を出しても検査結果はどうだったんですかとか、直接ね LINE なりしてくれる方とかもいたので、順番を変えて給料日より先に
一この動旦こっちをね、画を出そうということになったので、給料日の動画の中でも子宮頸がんについて検査結果を待ってますっていうお話ししてるんですけど、うんうんちょっと順序が入れ替わってるんですけど、そこはご了承ください。真っ先に皆さんにお知らせしようっていう感じでねそうね。撮りました。まあそれでもとりあえずは前向きとしてね、前向きとっていや前向きにね、早期発見できたっていうことが逆に良かったんじゃないかなと。もともとは地元で産婦人科通ってて、薬なり、うん定期的にもらってたんですけど、その子宮頸がん婦人病のね検査だったりをした方が年齢的にもそろそろいいんじゃないかって言われたのは、ふと寄ったその三重の産婦人科だったんですよね。ある意味バンライフして良かったって小娘も言ってたしね。でセカンドオピニオンじゃないけど、その一つの病院じゃなく言ってたのは逆に良かったのかなと思って、中等度でもレーザーの手術だったりはできたらしいんだよね。私も大丈夫だろうみたいな頭で経過観察っていうのでほっといたっていうかね、そっとしといた感じなんですけど、体に異常がないとか症状も特に出てくるものでもないので、改めてねこの動画を見た女性の方は一度、ちょっと怖いって思うかもしれないけど検査をしてみてほしいなと思います。小娘自体は元気なのでね、皆さん本当に心配の声はありがたいんですけども、今何ができるっていうのはなく、前回はもう検査結果が出るまでは何もできなかったし、で今回に至っては、手術するまでは何もできないということなんで、ストレスを与えないで小娘に。ストレスもダメらしいからね。だから男性の皆さん、女性にストレスを与えないでください。小娘はルイパチといるとストレスがないから幸せなことですけど。で私が言うならわかんだけど、なんであんたが言うの。なってしまったことはしょうがないので、特に私も悩んでもいないし、前向きに良かったよね。早くに見つかって本手術自体もね、子宮全摘出みたいに大きな手術でもないので、棒取れ棒、お前は棒取れ。今まで通りのバンライフ教で、とりあえず小娘の手術まではできますんで、変わりなく応援をよろしくお願いしますと。小娘の子宮頸がん経過観察に関してはちょいちょい出していこうとは思うんだけども、少し療養することになってもその辺は皆さんご了承くださいとね、いうことで、なんか言うことないの最後でもたくさん過去の動画見てくれとか、再生リストかけといてくれとか、流しっぱなしではもちろん皆さんしてくれると思うので、まさか途中でやめたりとかしてないと思うので大丈夫でしょう。黒髪好評だよね、なんか割と。でもさ、真っ黒じゃなくなったと思う。そんな感じでですね。ルイパチが一番心配したけどね。私ね、したよ。今回本当にでも産婦人科に行くべきなんだなって思いました。今回俺も初めてさ、その産婦人科の中にも入って一緒に先生に話聞いたけど、すごくそれをやった方がいいよね、男性もね。男性もね、そういう話を聞くの、奥さんなりそう、彼女のね、女性のね体だから分かんないから話を聞かないっていうんじゃなくて、ちょっと小娘頭が弱いからさ、理解をさ俺もしなくちゃいけないと思ってさ、俺中に入って質問攻めしたもんね、先生にね。一緒にねいてくれれば心強いのもあるんで、けど女性は内診って言って、その分娩台に乗って検査されたりするのをネットで知ってる方もいるかと思うんですけど、行ったことなくてね、それがちょっと怖いとか、ちょっとなんか妊娠の時しか行くもんじゃないんじゃないのっていうのは違うので、ぜひね検査だったりはして、ちょっとルイパチも
健康診断は受けたいや方がいいなと。まあ私もね、その婦人病だけじゃなくて2人で落ち着いたら健康診断も受けましょう、ね、2020年後半になってバタバタと九州行ってからろくなことが起きず、ついこの間は雨漏りしてここから水がポタポタ雨漏りしてルイパチ昨日一生懸命直しましたけど、一人で。バンライフをしてなくても生きていく上で健康第一はね、皆さん共通していることだと思うので、まあ、皆さんも体には気をつけて頑張りましょう。以上ですまあこれからもね、じゃあ変わらぬごひいきにしていただいて、山中湖のイベントは年内最後に小娘と俺らに会えると思うので、ぜひ皆さんね来ていただいて、今回限定で出す新作の小娘デザインのロンティーもかっこいいのでね。あとルイパチのキャップもちょっと再販するの、そうね、まあ、だったり、まあ、ステッカーだったり、まあ、ちょこちょこそれも並行して計画してるの。あとやっぱ今回802とデザインしたその紫シャンデリアをバンライフ卿コラボのやつを売り出すので、ぜひゲットしてもらってね。ということで次回はアホみたいな給料日動画が出ますというまあいつものね、またみんな人気のやつが。で旅動画の方はちょっとタイムラグがねだいぶあって、私金髪の頃なんですけど、全然まだ真夏の動画が更新されていくかと思うんですけど、車にも玄関に置ける、車にも置けるしね。それも802の土台なんだけど、おしゃれ。まあ、旅の動画の方はタイムラグがあるんですけど、そちらで見ていただければなと思いますし、タイムラグなくねリアルタイムで出せる動画を出していきたいなと思ってますんで、これからも応援よろしくお願いします。お願いします。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。手術頑張ってね。ルイパチ悲しい。笑っとるやんか。笑ってねえよ。笑ってねえよ。